暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは。お片付け研究室チャンネルのパンです。今回は優しい自分に変わる捨て活というテーマについて、ゆるりまいさん著ねえこれ捨ててみないをもとに考察していきます。今回の著者ゆるりまいさんは漫画家兼イラストレーターです。ゆるりさんは汚部屋で生まれ育ったそうで、その反動で物を持たない暮らしに憧れ、捨て活が大好きになりました。著書は20万部を超えており、中でも私のうちには何にもないシリーズはドラマ化もされ、たくさんの方に親しまれています。本書は漫画で片付けで人生がより良くなっていく様を分かりやすく描いた内容となっています。一言で言うと、捨て活の先にある暮らしを見つけるです。忙しい毎日で恋人の歩むとすれ違いの同棲生活を送っていた主人公のコウ。ある日、洗面台の歯磨き粉の飛び散りがきっかけで歩にイライラを募らせます。洗面台の上にはほとんど使っていないのにカピカピになったワックスや空の容器が乱雑に置かれています。どうして自分できれいにしないのかと洗面台を片付け始めたコウ。それらを捨てていくと、普段自分たちが使うものは最小限で収納に収まる量であることに気づきます。本書は独りよがりになりがちな捨て活のその先を描いていき、自分でも実現可能な要素を分かりやすく説明したストーリーになっています。一緒に暮らすパートナーや家族との関係性にも注目する漫画となっています。本日のお品書きはこのようになっています。パートナーとうまくいく掃除と捨て活について3つのポイントにまとめてみました。1、収納の適正量まで物を減らす。2、もやもやしたらお風呂掃除。3、トイレ掃除のイライラ解消術。それでは参りましょう。まずはじめに、1、収納の適正量まで物を減らすについて解説していきます。ある日、会社の同僚たちがコウの家に突然来ることになりました。家の中がごちゃごちゃで料理をするスペースも道具も揃わないキッチンを見た同僚が、この家暮らしにくくないかと言い、片付けの極意を話し始めます。収納の適正量まで物を減らすことを勧める同僚。また、収納されているものの中からこれだけは捨てられないと思うものだけを抜き出すといいとアドバイスされます。大事なものを救出する感じで進めていけば、自分の生活の中で優先度の低いものや不要なものが残ると同僚は話すのでした。捨てるか迷った時に存在を忘れていたもの、今後も使う予定が思いつかないもの、捨てるのが面倒だと思うもの、何の部品かわからず迷うものなどは今後も使う可能性が低いと同僚は言います。例えば、すき焼き鍋は深めのフライパンで代用するのがおすすめ。また、たこ焼き器など代用できない専用の調理器具でも数年使っていない場合は手放すと良いと語っています。キッチンなどよく使うものでは、取り出しやすさを大事にするために極力使わないものは手放し、使いたいものを適正量で管理することが大切です。そうすることで毎日の掃除もしやすくなり、清潔で使いやすいキッチンを保つことができるようになるそうです。物があふれて困っている人は、大事なものを抜き出す整理術を実践して物を減らしてみましょう。続いて2、もやもやしたらお風呂掃除について解説していきます。ある日、仕事でヘトヘトになって家に帰ったコウは、ベッドの上が散らかっているのを見てイライラし、歩に八つ当たりをしてしまいます。どうして私ばかりやらなくてはならないのか。一人で暴走したコウは涙を流すのでした。片付けたいだけなのに、どうしてこんなことになってしまうのかと悩んでしまうコウ。しかし歩も喧嘩になってしまったことを後悔し、同僚に愚痴をこぼします。コウが片付けを進めていくことで、家が少しずつ変化してしまい、落ち着かないと話す歩。そんな歩に同僚女性は、
そんな時はお風呂掃除と明るく励まします。同僚のアドバイスは3つあります。1つ目はゴミを捨てること。2つ目は洗剤の力をとことん借りること。3つ目は便利グッズの力を借りること。空の容器を捨て、洗剤の力で汚れを落とす楽しみを味わう歩む。100均の鏡磨きクリーナーを使ってみると驚くほどに汚れが取れて感動します。そうしているうちに日頃すれ違っていた公への思いや愛情も浮かんでくるようになります。もやもやの感情が浮かんだら一心不乱にお風呂掃除をして泡と一緒に日頃の不満を洗い流すと気持ちがすっきりするということを知った歩む。不満の感情があふれて止まらないときはお風呂掃除を徹底的にやって心の健康を取り戻したいですね。最後に3、トイレ掃除のイライラ解消術について解説していきます。またある日、トイレでトイレットペーパーの芯が転がっているのを見て、こうはイライラしてしまいます。歩むにトイレットペーパーの芯くらい捨ててよと言いたくなる場面ですが、相手に言っても喧嘩越しだと伝わりません。また、歩むの方がトイレを汚すことが多いこともイライラの原因の一つでした。そこでトイレ掃除を歩むにお願いすることにしたこう。最初は面倒だと感じる歩むですが、こうが伝授したのは思ったよりも簡単で楽な方法でした。トイレットペーパーにクリーナーを吹きかける。上から下へ便座の裏まで拭いたら一旦流す。流したら水位が下がるので便器の中を磨く。最後にウェットシートで壁と床をさっと拭いておしまい。ポイントは毎日やることで3分もかからないので、朝や夜など決めた時間に行えば自然と体が動くようになるとのこと。その際にはトイレットペーパーの芯などのゴミも捨てることを忘れずに。サボると汚れが取れにくくなるので、さっと行えるように習慣化してしまうのが良さそうですね。イライラを募らせて、なんで私ばっかりとなっているときは、家族と話し合い、担当を決めたり、簡単にできる方法を模索してみましょう。ちょっとしたことかもしれませんが、毎日のイライラが減ると、いつもより穏やかな気持ちで過ごせるようになることでしょう。日々を過ごす家族やパートナーとの間には、誰かがやってくれているという甘えや、自分ばっかりが損をしているというような不満が生まれています。そこを見て見ぬふりしてしまうと、自然と散らかってしまったり、家の中の雰囲気がギスギスしてしまったりします。嫌なことを我慢しすぎて行ってしまうと、いつかは無理がたたってしまいます。物が溜まった時は、そういった無理を見直していくチャンスでもあると、チャンネルでは考えます。では、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、物を減らすには大事なものを抜き出すといいということ。次に、心のモヤモヤは一心不乱に掃除をするとすっきりすることができるということ。そして、自分ばっかりと思ったら家族を巻き込んで簡単楽掃除を分担しようということでした。優しい自分に代わる捨て活の解説はいかがでしたでしょうか。今回ご紹介した本や著者について概要欄にリンクがあります。ぜひ見てくださいね。お片付け研究室チャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しています。チャンネル登録をして新情報をゲットしてくださいね。それでは次回の研究動画でまたお会いしましょう。